あなたが今乗っている日本の自動車、10年後、世界市場では売れなくなっているのだ。なぜなら、中国の BYD という会社が、あと数年で市場の 80% を占める勢いで迫ってきているのだ。BYD って聞いたことあります。でもテスラじゃなくて、80% ってどういう意味です？日本の車メーカーはもう勝てないってことです。今日はテスラを超えた世界最大の EV メーカー BYD が仕掛ける市場戦略と、それが日本の自動車業界に与える衝撃を3つの角度から徹底解析するのだ。最後には日本が生き残る唯一の道も見えてくるのだ。 BYD のステラ・リー副社長が先月こう宣言したのだ。中国市場は非常に早く EV 浸透率が 80% に近づくだろう。これは単なる予想ではない。すでに現実はその道を走っているのだ。すでに現実ですか？中国の市場シェアはもう何%なんです？すでに 62.9% なのだ。2024年は超えてすぐに 50%。今年2025年の5月時点で 62.9%。つまり、中国で売られる新車の3台に2台が電動車なのだ。ちょっと待って、これって去年の時点ですでに半分超えてるってことです。日本はどうなってるんです？日本はたったの 3% だ。米国は 10% 程度。つまり、中国はもう全く別の市場になっているのだ。そしてこれが、ガソリン車メーカーの終焉を意味するのだ。では、BYD はなぜこんなに強いのか。その秘密は、5分で 70% 充電という神がかった技術なのだ。これはテスラを超える世界最速の充電速度、走行距離の不安という、EV 普及の最大障壁を完全に破壊するのだ。5分で 70%？ それって本当です？スマートフォンの5分フルチャージみたいなレベルです。まさにそのレベルなのだ。つまり、ガソリンスタンドの満タンという概念そのものが BYD の技術によって消滅するのだ。ドライバーの最大の不安がなくなるのだから、EV 購入をしない理由がなくなるのだ。ここで驚くべき事実。BYD の販売台数はすでに年220万台を超えている。トヨタ、ホンダ、日産を合わせた日本の電動車販売台数とほぼ同等なのだ。そして BYD は1社で、その全てが EV なのだ。待って、ちょっと整理させてください。BYD は電動車だけで年220万台、トヨタとか日産はまだガソリン車をたくさん作ってるってことですよね。その通り、日本メーカーは今もハイブリッドとガソリン車で利益を出している。しかし BYD が市場の 80% を占める時代には、その利益の源泉が完全に消滅するのだ。つまり、日本の自動車産業は10年で経営モデルが使えなくなるのだ。では、日本にはどんな影響があるのか。まず、自動車関連の雇用、約540万人がいる。これが EV 化によって、部品メーカーの経営危機から失業まで連鎖していくのだ。540万人です。それって日本の就業者数の何%なんです？すごい数字ですね。日本の全就業者の約 8%、つまり100人の会社があれば8人がこの危機に直結しているのだ。次に、製造業の地理的な空洞化、愛知県と九州の工業地帯では、ガソリン車部品工場が2030年までに 40% 閉鎖される見通しなのだ。愛知と九州で 40%、それって新幹線の沿線全体が経済圏として揺らぐってことです。その通り、BYD の 80% EV 化宣言は単なるニュースではなく、日本の産業地図そのものの書き換えを意味しているのだ。つまり、対策を打たなければ、この10年で日本の経営構造は崩壊するのだ。では、日本が取れる対策は何か。一つ目が、EV 技術者の育成競争。BYD は約7000人の半導体エンジニアを雇用している。これは電池、モーター、充電システムの急速開発を意味している。日本の大学や企業が本当に同じレベルでエンジニアを育成しているか、正直なところ、されていないのだ。日本でも EV エンジニアの募集とかあります。でも企業がお金かけて育成してないってことですか？ガソリン車の改善という予算にはつくが、EV 開発への新規投資には金が流れていないのが実態なのだ。二つ目が
既存の部品メーカーの EV 部品への経営転換、電動パワートレインの部品数はガソリン車の半分だ。つまり、ボルト1個の利益を2倍にしないと経営が成り立たないのだ。部品が半分になるって、つまりボルト1個の利益を2倍にしないと経営が成り立たないってことですか？その通り。だから、低利益のボルト製造から、電池セル、モーター巻き線、充電器といった高付加価値部品への転換が、部品メーカーの生死を分けるのだ。3つ目が、充電インフラの整備競争だ。今、日本には29万所のガソリンスタンドがある。これが2030年までに 40% 削減される予測なのだ。冒頭で、あなたの日本の自動車が売れなくなる、と言ったのだ。実は、それは自動車の競争力がなくなるのではなく、ガソリン車という商品自体がなくなる、ということなのだ。つまり、BYD の 80%EV 化は、ゲームそのものをリセットする事象なのだ。では、日本の未来のシナリオは、1ヶ月後、中国政府が BYD 支援を強化し、EV 補助金が段階的に廃止される。市場は完全に EV 化へ向かう。3ヶ月後、日本の自動車メーカーが人員削減を発表し、経営方針の大転換が始まる。1年後、中国 EV が日本市場への略輸出が加速する。つまり、日本の街にも BYD のロゴが溢れる時代が来るのだ。つまり、日本の自動車産業が負けるのではなく、別のゲームに変わるってことなんですね。部品メーカーの転換、エンジニアの育成、充電インフラ、全部が新しい価値の源泉になるってわけです。そうなのだ。だから、今からの3年は勝負なのだ。EV 技術開発、部品メーカー支援、充電ステーション整備の加速が実現しなければ、日本は確実に脱落するのだ。そしてそれは、単なるビジネスの話ではなく、地域経済そのものの消滅を意味するのだ。明日は、同じ EV テーマの続編。今度は、米国が BYD に課した 100% 関税と BYD 軍事企業認定がちたらす地政学リスク、徹底解説するのだ。中国の報復関税は日本にも波及する可能性があり、その衝撃は自動車産業を超える広がりを持つのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。